こんにちは、ちえいです。今回は皆さんが周りの人からどのように見られているのか、カードたちに聞いてみたいと思います。選択肢が A、B、C の3択になります。それでは気になるカードをお選びください。はい、それでは A さんですね。こちらのカードをお選びいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。最後にこのカードからね、解説書を読んでメッセージいただこうかなって思ってます。それでは早速、A さんの周りの人からの印象っていうのと、あとじゃあね、どうした方がもっと良くなるのかなっていうのを後でもらいたいと思います。ではまずね、印象からなんですけど、まず入ってくるのは、第一印象と違うとか、思ってたのと違ったってよく言われる方が多いのかなっていうふうに感じました。っていうのは、周りが思っている A さんっていうのと A さんご自身の本当の性格っていうのがあまり一致がしてないっていうのかなっていう感じがしたんですね。なんか例えば、本当はそんなこと思ってない。ただ純粋に、素直に、なんて言うんだろうな、思ってたものが、周りから見ると、なんかややこしく思ってんのかなとか、ちょっとね、わかりづらいのかな、周りから見たときに、と思うんです。A さん自身はすごく平和主義者、平等に物事を見るタイプだと思うんです。だから争い事があっても参加するっていうよりも自分が背負ってしまうタイプが多いのかなと思うんです。本当はすごく純粋で男の子みたいな性格の方もいるかな。小さい時すごくやんちゃしてましたとか、よく外でね、元気よく男の子みたいな活発な遊びをしていましたとか、本当はそういう感じなんだけれども、周りから見たときに、なんて言うんだろうな、A さんの素直な性格とは違った印象を抱くみたいです。何か裏がありそうとか、多分ね、わかりづらいんだと思うんです。表情とか仕草から。だから周りはちょっとひねくれて考えてしまうんじゃないかなって思います。でも、仲良くなった方には、A さんってすごく平等的な考えができる人だし、落ち着いてる人なんだなって、なんか気づくんじゃないかなって思います。だから、最初の頃、第一印象とか、初めに仲良くなった方は、だんだん、時が経つにつれて A さんに対してのイメージが変わっていくんじゃないかなって思います。A さん自身はすごく、素直なはずなんですよ。何でも喜びを感じてあげられる人だし、小さな幸せをちゃんと感じられるタイプだと思うんです。自分が疲れたらしっかり休むとか、自分のささやかな幸せな時間、静かな時をちゃんと過ごしている方だと思うんですけど、周りからはちょっとなんか忙しそうとか、なんか何考えてるかわかんないとかって思われるんじゃないかなって、思いました。なんかね、そう。で、どうしたらいいですかっていう感じで聞いたんですけど、もっとね、人に甘えられるといいかもしれないですね。なんかね、あんまり人に対して甘えてこなかったんじゃないかなって思うんです、A さんが。もうちょっとね、A さんの弱さとか、を人に言ってもいいんじゃないかなって。多分ね、今まで自分の弱い部分とか、こういうことをされて傷ついたとか、そういう A さんのトラウマ的なお話、ストーリーをあまり人にね、してこなかったんだと思うんです。一人で抱えて、で考える。で、何かお風呂入ったり、寝ることで、またリセット忘れて、また明日から始めよう。
っていう感じだと思うんだけど、その A さんが感じてる寂しいとか、辛いとか、今ちょっと一人ぼっちなんだよな、嫌だなとか、そういうのをもっとね、人にね、口で言えると分かりやすいかなって思います、周りの人は。あまりね、表情が、なんて言うんだろう、表情で感情を読み解くのが、ちょっとね、多分周りの方は難しいんだと思うんですね、A さんの。A さん自身は特にね、意識はないと思うんだけど、周りの人はね、ちょっと顔の表情からは読み取りづらいなって思われてると思うんです。だから、こう今寂しいんだとか、ちょっとね、あれされて嫌だったんだよねって、言った方がいいかもしれないですね。そうすることで、A さんを助けたいと素直に思っている方が、ちゃんとそこに力を注いでくれる、助けを出してくれるっていうんです。A さんが A さんの気持ちを発信することで、そこにね、助けたいと思っている人がいるんですね。助けてくれる人がいるはずなんです、そばに。その人が助けてくれるって言うんです。だから A さんから SOS とかを出すのを待っている感じなんですね。で、もっとね、A さんの中に眠るパッション、この熱い気持ちっていうのかな。情熱的、この純粋さの中にね、情熱的な気持ちが隠れてるはずなんですけど、その A さんの熱い部分っていうのをもっとね、出してほしいっていうことも言われてます。なんかね、周りがうまくいくなら、周りが傷つかないなら、自分が背負えばいいやっていう感じのスタンスの方がいるのかなって思ったんです。だから、A さんが背負ってるものを、もうちょっとね、周りにシェアすること。で、A さんの情熱的な部分、もっと感情を喜怒哀楽、嬉しい、楽しい、怒ってる。多分怒ってるとか悲しいっていうのをあまり人に言えずに来たんじゃないかなって思うので、そういう部分をもっと出してほしいっていうことが言われてます。で、今まではわりかし、なんて言うんだろうな、こう、動きが激しかったっていうのかな。なんかこう、傷つかれとか、ちょっとね、激しかった流れがあったんじゃないかなって思うんです。でもこれからはもっと女性性を開花させる時期に入っていると。これ見てくださっている方が男性女性問わず、陽のエネルギー、陰と陽の太陽と月の方ですね。受容、受け皿となって、あなたが許す、受けるっていうこと。そういう女性的な目覚め、女性性の開花っていうことが必要なんだって言われてます。多分、そうすることで A さん自身も楽になるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとこのね、選択肢のカードの解説書を読みたいと思います。18番、インナーコア地球の内核、堅実さ、努力を続けてください。進歩をやめないでください。信頼できる人や、堅実な人と付き合いましょう。約束を守りましょう。最大の力は内側から湧き出る力です。ってことなんですけど、私このカード初めて今気づいたんだけど、ここにね、顔がある右と左ありますよね。いつもここだけ結構集中して見ちゃってて気づかなかったんだけど、もうちょっとね、A さんのこの膜っていうのかなを破って、本当の A さん、純粋なこの白いこれ鳩かな鳥さんのような、この純粋な A さんの気持ちっていうのをもっと羽ばたかせる。周りに出してもいいんだよっていうこと、を言われてます。でもしそれが怖いなら心配しないでって、ここね、手もあるんですよ。見えない存在がたくさんサポートしているから大丈夫。怖がらないで。もっと A さんの
素直な A さんを出していこうって言われてます。うん。なんかそうすることでもっとね、いろんな世界が広がる。羽ばたくことでもっといろんな知らない土地、人や物に出会えるって言われてます。うん。だからもっとね、A さんの内側にある気持ちをシェアすること、そういうことが今ね、大切なんじゃないかなっていただきました。はい。じゃあ A さんがね、最後にちょっとね、お祈りというか、A さんが、A さん自身、素直な気持ちで楽に生きれるように、羽ばたけるように、本当の A さんがこれからね、出てこられるように、みんなね、守ってください。見えない存在たち守ってくださいっていうことで。はい。それでは A さんのね、リーディング以上になります。最後まで見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。はい、それでは B さんですね。こちらのカードお選びいただいた方のリーディング始めていきたいと思います。ここでね、まず周りの人からの印象っていうことでもらって、じゃあどうすればいいのかなってこれからのことについてカードいただきましたので見ていきたいと思います。まずね、賢そうとか頭が良さそう。あとはちょっとね、男っぽいって思われる方もいるのかな。最初、話しかけづらいオーラっていうのかな。感じが周りから思われてるみたいです。なんかね、ちょっとね、失礼だったら悪いんだけど、顔が怖そうとか、雰囲気がちょっと怒ってそうとか、なんか男っぽいみたいな、印象を抱かれやすいのかなって思います。でもね、本当はそういう性格ではないんじゃないかなって思うんです。本当はね、純粋な B さんっていうのもいるし、なんかね、ちょっとね、スピリチュアル的なつながりを感じてる方もいるのかなって思ったんですけど、でも周りはちょっと話しかけづらいオーラみたいなのは感じられてるのかなって思いました。あとね、コツコツ真面目にできる人っていうのも、言われていますね。こう地道に、例えば勉強とかですね、コツコツタイプに周りは思われている。あとは結構この人哲学的だなとか、よくこう考えているなとか、っていう風に思われてるんじゃないかなってカードから出てますね。なんか本当頭が良さそうとか、もう見てくださってる方、男性でも女性でも、ちょっとね、男性っぽいっていうのかな。男っぽいオーラがある人、正義感強そうとか、なんかこう、剣を持ったおじさんみたいな、ちょっと強いイメージがあるのかなって感じがしました。そうね、どうしようかな。本当の A さんはね、そういう要素もあると思うんだけど、ちょっとね、聞いてもいいかな。本当の A さんってどんな感じなんですかってちょっと気になっちゃったから。ちょっとね、ドア閉めてきますね。猫ちゃんがね、入った。よいしょ。あらまあ。はい。やっぱギャップがあるのかなっていう感じがしたんですけど、本当の A さんはね、なんかね、女性っぽいんですよね。見てくださってる方、男性、女性問わず、女性性っていうのかな。なんかね、ほんと、周りの印象の方は男っぽいって出たじゃないですか。なんかちょっとコツコツ真面目タイプかなとか、なんかよく考えてるなとか、なんだけど、本当の B さんっていうのは、なんかエレガント
なんか女王様っていう感じが私したんですけど、すごくね、神々しい女性性な感じ。一応ペンタクルのカードでカップなんですけど、でいて、朗らかだし、敵を作らない。うん。みんなを許すとか、受け入れるとか、攻撃性がない性格なんじゃないかなって思いました。うん。すごく立場の弱い方を大切に幸せにしてあげようって思える人。人を幸せにしたいって、なんか今ちょっと幸せにって勝手にワードが出たんだけど、なんかね、そういうことを思える人を楽しませたいとか、なんか、ここにお花のマークがありますね。お腹に。なんか、そうね、周りの人を喜ばせたいとか、そういう気持ちが本当は B さんね、強いお方なんじゃないかなって思いました。これはすごい女王様みたいな、すごい神々しいオーラがある感じなんだけど、こっちはね、それでいて純粋さもある。すごく妖精さんですよね。自然を大切にできるとか、蝶々、飛ぶものなんか空が好きとか、飛びたいとか、ここも羽ついてますよね。高いところが好きなのかな。なんか、自由に飛べる生き物が羨ましいなって思ったりとか、もう、B さんしてる人いますかね。なんかね、すごく人に対して尽くしてあげたいっていう気持ちが本当は強い B さんなんだろうなって思いました。だから周りからはね、多分仲良くなったら B さんの素っていうのは出ると思うんだけれども、周りの印象的にはこういう男っぽい感じだそうですね。じゃあ、もっとね、B さんが輝けるためにはどうしたらいいのかなって出したんですけど、B さんの中にあるその女性らしさっていうのかな、女性っぽさをもっと出していくといいって言われているんですね。例えばですけど、もし見てくださっている方、女性でしたら、スカートを履いてみるとか、今までね、例えばズボンを履いていた方だったら、ちょっと女性っぽい服装を取り入れてみる、少しでいいので。とか、男性であったら、なんだろうな、ちょっと優しい色使い、明るい色、パステルカラーまでいかなくても、ちょっと柔らかい色のお洋服を取り入れてあげるといいのかなって思いました。その堅苦しい雰囲気っていうのが和らぐんじゃないかなって、出てますね。あとね、協調性を大切にしてほしいって言われてるんですね。もしかしたら今まで結構一人でガツガツやってきたとか、一人で何かをやってこられた方がいるのかな。だとしたら、周りと一緒にやるとか、ご家族でもいいんですけど、友達とか、そういうことがキーワードになってくるんじゃないかなって思います。人と一緒に作り上げるとか、過ごす。一緒に友達とカフェに行くとか、家族とお話しする時間を作るとか、そういうのが、B さんにとっては、ちょっと今キーポイントになってくるんじゃないかなっていうのが出てます。あとね、このメッセージインナーボトルであったんですけど、なんかね、届くっていう感じがしたので、何ですかって聞いたら、なんかね、小さいラッキーなお知らせが来そうな感じなんですね。B さんが待ち望んでいた連絡がなんか来そう。だから、なんかね、月とか夜っていうのも出てくるので、お月様の光を浴びるといいかなって思いました。お月様の光を浴びることで女性性をもっとね、存分に出しやすくするんじゃないかな。そう。あとね、そろそろね、目覚めてくださいっていうワードも出てるんですけど、なんだろうね、目覚めるとか、なんかよく見てとか気づいてみたいなことが
言われてるんだけれども、なんだろうね。なんか B さんにとっての大切な人いますかね。そこにもっと力を注いであげること。身近にいる人でもいいです。ご家族でも、隣にいる人でもいいです。そばにいる人。その人に、もっと愛を伝える、感謝するとか、いつもありがとねって、こんな感じで花束を一輪でもいいので渡すのもありです。なんかね、周りに感謝とか、そういう気持ちを伝えるといいかなーって出てました。ねえ。なんかね、こういう人たちが多分サポートしてくれてると思うので、B さんを。なんかそこに気づいてほしい。もっとその身近な人とか B さんにとっての大切な人に行動アクションで思いを伝えるっていうのが今やったらいいんじゃないかなって出てます。で、最後にね、このカードの説明書、メッセージをいただきたいと思います。で、もうにゃんこが、はい、ごめんなさい。じゃあ、これがね、33番ですね。はい。じゃあ解説ね、読んでいきたいと思います。ちょっと猫がぐちゃぐちゃにしちゃって。はい。で、合図、氷、プリティ、純粋さ、進むべき道は明白です。自然の純粋さに癒され、不要なものを手放しましょう。今の自分にとって有益でないものは凍結させてください。あなたが物事をはっきりと見ることができれば、良い解決策が見つかるでしょう。っていうことなので、B さんの周りにいる大切な人と、あと不要なものをちゃんと分けることが大切なんじゃないかなって教えてくれました。それではね、B さんがもっともっと輝けるように、B さんのね、この素直なこの性格がもっとね、周りの人に理解されますように祈って、最後、リーディング以上となります。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは C さんですね、最後。こちらのカードをお選びいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。なんかね、最初に解説書を読んだ方がいいって言われているので、ちょっとね、読みたいと思います。こちらのカードですね。ブレッド、呼吸、ライフ、人生。あなたの呼吸に集中してください。呼吸に導かれて流れるように行動してください。恐怖を覚えると息を止めてしまうことがありますので注意しましょう。深くゆっくりとした呼吸をしてみてください。それからあなたの計画について考え直しましょう。深く息を吸い、数秒の間を置いてから息を吐くのです。そうすることで自分にもう少し時間と余裕を与えることができます。ちょっと中には今、きついとか苦しい方もいるのかな。そしたらね、深呼吸をすることがいいって言われてるので、深い深い深呼吸をして、体に酸素を入れて二酸化炭素を出すといいかなって思います。あとは、横になっても立ってもいいんですけど、足の裏から吸う息と一緒にエネルギーを吸う感覚で、吐く息と一緒に体の中にある不要な物質を出すっていうイメージをすると、さらにね、自然界のエネルギーを深呼吸で取り入れて余分なものを出してっていうことができるので、よかったらね、参考にしてみてください。それでは、C さんのね、周りの人からの印象をここのゾーンでもらったので、見ていきますね。で、じゃあどうしたらこれからいいのかなっていうところで、ここからね、これからについていただいたので、読んでいきたいと思います。なんかね、C さんって、ちょっとね、例えると、季節のように頑張ってきた方だと思うんです。どういうことかっていうと、例えば、一つの目標、春って決めたら、春のシーズン、ここからここまで、コツコツ何か目標を立てて、はい、頑張った。で、終わりましたって言ったら、次のシーズン、また頑張ります。ここからここまで、頑張りました。はい、じゃあまた次のシーズン、
で、こう、区切り区切りでやってこられた方が多いのかなと思います。例えば山もそうです。この山を登って、はい、問題クリア、越えました。ってなると、また次の別の山登りました。で、はい、クリア。で、次、またこの困難な山を登って、はい、クリア。っていう、なんて言うんだろうな、こう人生の節目節目節目っていう、こう、移動っていうのかな。こういう経験的にこう、されてきた方が多いのかなって思いました。なんか、Cさんの中の人生があったとしたら、なんかこういう濃い人生、こういう濃いストーリー、こうっていう感じがしたんですね。で、周りの人からは、なんかね、やっぱりね、なんか動く人っていうのかな。なんか移動が多いとか、なんかよく動く人だなって思われている。あとすごくね、陽気な方とか、なんか楽観的な人だなって思われていると思います。っていうのがカードから出てて、なんかね、C さんを見てると、なんか何にも苦労してなさそうとか、なんかこの人何でも持ってるなって思われているみたいです。実際の C さんはちょっと違ったとしても、周りからはね、多分羨ましいとか憧れるとか、そういうことを言われています。あとね、なんか、小さな中で価値観がガラリ変わったとか、大きな変化を遂げた方いらっしゃいますかね。なんかね、多分ね、C さんの周りの近しい存在だったらわかると思うんですけど、なんかこの人すごい前と変わったなとか、あれどうしたんだろうなんか変化したなとか、っていう風に感じている方もいるみたいです。でもそれは、なんか本当の C さんになるための変容だったみたいですね。なんか C さんの本来の楽な魂のこの姿、C さんの姿に戻るための変化をされた方っていうのもいるんじゃないかなっていう風に感じました。ちょっとね、本当の C さんっていうところもちょっと聞いてみようかなって思います。なんか周りからはね、そういう風に思われているようですよ。はい。本当の C さんは、なんかね、一人で頑張ってきたっていう感じが伝わってくるんですけど、やっぱりね、そうかな。なんかね、耐えてきたとか、一人で進んできた。例えば友達とか仲間が周りにいたとしても、自分で突き進んできた、人生を歩んできたっていう認識がすごく強いのかなって思いますね。でもね、なんでそれができるかっていうと、自分の中でちゃんと確立した信念とか信じているもの、小さな中でこれが正しいと思う道があるから、それを歩んできたっていう感じだと思います。でね、C さんってどんなに苦しいところ、状況、環境でも、ちゃんとね、動いてきたと思うんです。今まで。なんかね、進もうとか、抜け出そうとか、とにかくやろうとか、行動しなきゃ始まらないよねとか、行動してきた。たとえ小さな一歩だとしても何かアクションをしようとか、動こうって思って動いてきたんじゃないかなって思います。なんかすごくたくましいなって思うんですけど、なんかちょっとね、今ね、もしかしたら停滞してるとか方もいるかな、ちょっと止まってるかな、ちょっとなんか考え事がある方もいるのかなって感じたんですけど、C さんはすごくね、心が強いというか、どんなに環境が辛くても大変でも、ちゃんと前に進める方、そういう強さを持った人なんじゃないかなっていうふうに言われてます。がね、これからね、どうしていけばいいのっていうところで出したのが、キャリアのお仕事のカードが出てきたんです。これからね、
お仕事がちょっとね、目安としてすごく大事なものになっていくんじゃないかなって思います。これから発展していけるはずなので、仕事ね、とか何か仕事じゃなくても活動とか、何か新しい活動を始める、趣味とか始めたり、お仕事であれば、これから収入がアップしていくとか、ちゃんとこれね、木がなってるんですけど、時間はかかるかもしれないけど、ちゃんと木になるよって、葉っぱも生い茂って、しっかりとこんなにね、苦しい状況、大変な過酷な状況でもちゃんとあなたの木は実るよって言われています。でね、ソウルメイトのカードが出て、何かなと思ってルノルマンで出したら、このパートナーっていうのが出てきたんですね。何かね、お友達とか親友とか仲間っていう感じがするんですけど、C さんの仲間が増えるとか、親友ができるっていう感じがしたんです。中にはソウルメイトとつながれるとか、魂のね、深い深いご縁がある方と絆がね、深まるとか、出会いが結ばれるんじゃないかなと思うんですけど、これよく見たらここ鍵穴開いてますよね。で、穴に入る鍵を片方のペンギンさんが持ってるんです。なんかね、こっちが C さんっていう感じがしたんですよね。C さんが主導権を握っているのかなっていう感じがするんですけど、C さんが引き寄せてくるんじゃないかなって思います。でね、なんかね、これもすごいんですよ。なんかね、ギフトが送られるっていう感じがしたんですね。だから、今はもしかしたら一人ぼっちなのかもしれないけれども、ちゃんとあなたに用意されたお相手とか仲間はいるから、だからそこはね、諦めないでって、あまり悩む必要はないよってこと。C さんに会う人、C さんと話が合う人っていうのは必ずいるから、そこは心配しないでねって、今たとえ一人でも大丈夫っていうことが言われてます。あとね、何でもね、平等に物事を見ることが大事だよっていうふうに言われています。片方が大事だから片方をちょっとないがしろにするとか、そういうんじゃなくて全部を卓上に乗せて、平等に見ていくこと、何事もバランスが大切だよっていうふうに言われています。収入面とかかな。なんかね、これがね、すごく、おめでたい感じがするんですよね。なんかね、収入がアップとか、宝くじかな。なんか大金が当たるとか、なんか宝石の贈り物をもらうとかかもしれないし、なんかね、すごい、贈り物がされるっていう風に言われています。ちょっと予祝しますか？おめでとうございます。ちゃんと贈り物が C さんに届きます。送られるので安心してください。だから今は、ちょっとね、一人で悩む時間があったとしても、あまり悩みすぎる必要はない。もし悩んでしまうんだったら、時の流れを感じるといいっていう風に言われてます。なんか外で風の匂いを感じるとか、自然に身を置いて時間をゆっくり感じることが大切なんじゃないかなっていうふうに感じが出てますね。で、何事もバランスだよっていうふうに言われてます。はい。何かね、参考になるメッセージあったら受け取ってください。じゃあちょっとね、C さんのためにお祈りというか見えない存在たちに、C さんが今ね、一人かもしれない。いっぱいね、こうやって頑張ってきた C さん、一人で戦って前に進んできた C さんがいます。だからこれからね、誰か、もし C さんが望むのであれば、お相手さんやパートナー、仲間でも親友でも、そういう人とのね、ご縁があるっていうことなので、そこをね、ご縁をつないでください。そして C さんのね、お仕事とか何か贈り物がされたりね、
するって出てるから、もっともっと C さんが繁栄して豊かになりますように守ってください。はい。ということで C さんのリーディング以上になります。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。